そこから19世紀になってですね、何で銀行業が爆発するか。戦争なんですよ。銀行業で儲けたっていうと、なんか企業に貸し付けてね、その企業が伸びてね、じゃあリターン得ましたっていう感じでしょ。でもそうじゃないんですって。この当時の銀行業っていうのはまだ原始的で、企業にいっぱい貸し付けして儲けるという今のいわゆる銀行のスタイルはまだできてなかったんですって。じゃあどこに貸し付けてたかというと、これ国に貸し付けてたんですよ。国がお金貸してって言った時に金持ってる貴族や商人が貸しますわ。これ何を発行する？国債ですよ。ね、日本がものすごい国債発行して赤字国債でバンバン発行しちゃって大丈夫なんていろいろ言われてますけども、国の借金、ね、それを利子つけて返しますよっていうのは国債じゃないですか。その国債を引き受けるよっていうことを主にやってたのがこのロスチャイルド家なんですよ。これが何によってすごい良かったかというとですね、国が戦争をすればするほど金借りるわけでしょ。戦争はビジネスチャンスなんですよ。来ました、ナポレオン。はい。ナポレオン戦争の時もですね、もういろんなやり方でお金を儲けます。とにかくもう大きく時代が動いてる時にはですね、もう目ざといですね。要するにナポレオンがですね、イギリスを貿易で封鎖しましたよね。イギリスはもう終生のライバルですね。フランスがイギリスこの野郎と、大陸は牛耳ってきたよ。ヨーロッパは牛耳ってきてんだから、イギリスは締め上げてやんぞっていう時にですね、貿易すんなっていう時にですね、いるんですよ、イギリスにも。ロンドンにもパリにもいるわけでしょ。ロンドンでネイさんがですね、このロンドン、イギリスからの輸入ができなくなった綿織物とかですね、紅茶とかですね、コーヒーとかタバコ、そういったイギリスから輸入してたものをですね、もうネイさんが大量にですね、買い付けてですね、ジェームスの方に密輸するというですね、兄弟間でロンドントゥーザパリで密輸することで大ブレイク、ね、お金をすごい儲けたりですね。しかも、入ってこなかった商品入るよ、ありがとうつってロスチャイルド家の人気も高まるわけですよ。すごいですね。その上でナポレオンが勝つか負けるか、ワーテルローの戦いっていうので結局負けるんですね、イギリスにね。そのイギリスが勝つか負けるかっていうところ、ここでですね、株式が変わってくるんです。株とか国債の価値が変わってくるんですね。こっちが勝ったらもうこっちの国債はもう返してもらえるけど、負けたら国債返してもらえないじゃんっていう損もあるわけですね。だからどっちが勝つか負けるかっていうのを見とく必要があるんですね。ここで情報網が効いてくるんですよ。ロンドン&パリ両方に持ってる。しかもウィーン、ナポリ、フランクフルト全部の情報が入ってくるから、はいはいはい、ナポレオン負けるって言って、ナポレオンが負けたら有利な動きをしてですね、最終的にものすごい利益を上げるということができたんですね。この金融が、情報が戦争にものすごく生きてくるわけです。このナポレオン戦争以外にも、もっと恐ろしい方法があります。もう恐ろしいというかすごい方法。不仏戦争出ました。プロシアとフランスの戦争ですね。鉄血宰相ビスマルク VS ナポレオン三世ですね。はい。ナポレオン、芸術大好きナポレオン三世とですね、プロシア鉄血宰相ビスマルクの戦いでした。これは最終的にはナポレオン三世がですね、トップにもかかわらず捕虜になるというね、非常に大変な目に遭うわけなんですけども、これフランスが賠償金払う羽目になります。ただですね、これがすごかったのが、プロシアの方の金庫番も、フランスの方の金庫番も、ロスチャイルド家の息がかかってたんですね。実はどっちが勝ってもどっちが負けても、うまいことできるようにしてたんです。すごくないですか？どっちに転んでも大丈夫。その上で大事なのは、もし負けたらね、国債の支払いの仕方によっては価値がなくなっちゃうから、負けた方の金庫番はもうダメになっちゃうよっていうお話さっきしましたけども、ここで大事なのはですね、両方のですね、財務にものすごい深く関わってるからですね、こう戦争負けた後のですね、そのお金の賠償金の調印どうしましょうかの時にですね、両方の両側にですね、ロスチャイルドの関係者がいてですね、じゃあここをこうやって払いましょうって有利な感じで調印に持っていくこともできるんですね。もうこんなにすごくうまくですね、戦争を利用した銀行家はいないんじゃないかというぐらいですね、戦争のバックで戦争の資金を貸し与えて返してもらう。その上で向こう側にも貸しとくことによってというですね、両面取っとく。こういうやり方をやってくるわけですね。これ銀行業跳ねました。さらに当てます。さらに当てる。それが鉄道業なんですね。情報網がとにかくすごいんですよ。これもだから聞いてきます。ロンドンでネイさんがですね、
産業革命になったイギリスがですね、蒸気機関車をですね、走らせてるわけですね。プシャーパーパッパーパー、あ、これ時代来るって思ったらしいんですね。今となっては我々は蒸気機関車見て、それは来るだろうって思うかもしれません。でもその頃ですね、ものすごい反対意見もあったんですよ。今じゃ信じられないんですけど、蒸気機関の時速速いから乗ってると脳に悪影響だっていう医学者からの反対意見とかあったんですよ。今でもありますよね。5G の電波は脳に悪いとかね。いろんな説あるじゃないですか。新しいテクノロジーが出てくると、ブルーライトが目がやられるとかね。とにかく、スマホ見てブルーライトで目がやられる。ゲームやりすぎると、テレビゲームやりすぎるとバカになるとかね。テレビを見てるとバカになる。漫画を見てるとバカになる。新しいメディアが出てくると、大体脳に悪影響って必ずみんな言うんですよ。鉄道が出てきた時もですね、いろんな反対意見があったんですね。これは危ない。危なすぎる。人が乗ってはいけない。こんなものに大量に人が乗ってなさい。脳がバカになるよ。意見があったんですって。プラスアルファ、こんな風に高速で移動できるようになったら、革命とか反政府組織とかがバンバン、だからテロとかね、そういうものに利用されちゃうんじゃないかって言って、保守層からも医学層からも反対意見があったらしいんですって。でもこの姉さんはロンドン見てますから、実情。来るって言ってですね、すぐに手紙書いてですね、お前ら鉄道業だってやるわけですよ。で、よし、分かったと言ってですね、このウィーンの次男、ザロモンがですね、よし、鉄道をやろうって言ってですね、ハプスブルグ県ですね、うまくつないで鉄道を引くんですね。その時もうまいことやるわけですよ。ね、どうやったか。保守派がですね、テロに利用されるんじゃないか、医学者たちがですね、脳に悪いんじゃないか、それを収めるときうまいコラボやるんですね。なんと、鉄道の名前にですね、ハプスブルグ家のですね、その、ローマ帝国ね、神聖ローマの皇帝の名前を使わせていただけませんか。フェルディナント一世、フェルディナント号という、新しい時代の鉄道の名前に、ね、陛下の名前を使わせていただけませんか。フェルディナント号でどうでしょう。いいだろうということで許可をもらうんですね。その上でですね、ヨハン・シュトラウスというですね、その当時のスーパースター音楽プロデューサーですね、美しく青きドナウなどですね、名曲を持つクラシックのですね、作曲家、ね、ヨハン・シュトラウスに鉄道のテーマソングを作ってもらうんですよ。すごくないですかね。だからもう時の大権力者のですね、保守派のトップの名前をつけて、スーパー音楽プロデューサーにテーマ曲を作ってもらってですね、それで走らせるわけですよ。フェルディナント一世号が走りますって言ってですね、もうシャン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 つってもう、わー、そのね、人気のある作曲家の曲が流れるわけですよ。わーみたいなね。今で言うと何なんでしょうね。わかりないですけど、時の権力者号ですよ。それを米津玄師作曲みたいなね。はい。で、嵐が歌いますみたいなね。はい。やっぱり必ずやりますね。人気のある人たちにね、テーマソング作らせますしね。偉い人をやっぱりこう、スポンサーにつけたいわけですよね。それがうまかったわけですよ。で、ハプスブルグ鉄道、バーン大儲け。ね。しかもですね、このパリのジェームズもですね、北フランス鉄道網でのね、バーッと敷くわけですね。すごい。この鉄道もちゃんと牛耳った。さらに、ここまでのね、流れ、プラス、ワインですよ。今ね、ワインといえばもうセレブのね、もう言ったらもう間でもう通貨のようにね、もう使われてる、ワインもね、授業やりましたね、動画でワインの授業。ね。5大シャトー。ね。もうフランスの5大シャトーがある。もうナンバー5があると。そのスーパーナンバー5のうちのなんと2つがロスチャイルド家の所有なんですよ。シャトー・ラフィット・ロートシルト。シャトー・ムートン・ロートシルト。この2つ、スーパーブランドです。このロートシルト、まさにそう。赤い表札、ロートシルト、ロスチャイルドなんですよ。シャトー・ラフィット、ロスチャイルド。シャトー・ムートン、ロスチャイルドって意味なんですね。この2つがすごいということですね。この5大シャトーもね、やっぱり情報網がすごいですね。もうとにかくやっぱり情報を制すものは世界を制するんだということですね。1855年にパリ万博が行われると。ね。あれですよ。ね、渋沢栄一が参加したやつですかね。1855年ですから。ね。一夜虚しき
江戸幕府崩壊ですから、明治維新ですから、1867年ちょい前ですよね。はい。パリ万博とかね。渋沢栄一とかも言ったパリ万博の時にですね、フランスワインの格付けするぞって言ってですね、それが来るぞって思ってたから、ワインのですね、畑をちゃんと買ってたんですね。はい。で、ロンドン家とパリ家ね。まずはパリ家がシャトー・ラフィット・ロートシルトで、はい、その格付けナンバーワンに入りました。で、その時はベスト4しかなかったんですが、その後ですね、いろんなロビー活動によって、シャトー・ムートン・ロートシルト、ロンドン家のワインもナンバーワンにねじ込むことが可能になりました。ねじ込むというか、クオリティが高かったんですけどね。はい。それによってですね、銀行業であって、鉄道業でも爆発し、ワインや、ね、その後文化活動、慈善活動などで、もう完全に文化、政治、経済、全部に影響力のある圧倒的なネームバリューになったんです。この19世紀、すべてはロスチャイルドのものであると言っても過言じゃない状況まで持っていたということがあるわけですね。もうロスチャイルドはもうブランドなわけですよ。うわー、ロスチャイルドなのと。ね。ただ、そこから状況が変わってくるんですね。と。こんだけ光ってたのに何で変わるか。第一次世界大戦なんです。はあ、やりましたね。だから第一次世界大戦がいかに世界を変えてたのか。これはですね、歴史を学ぶとすごく何度もぶち当たりますよね。クラシック音楽の終わりも第一次世界大戦でしたよね。第一次世界大戦の後、そのヨーロッパで醸成されてきたカルチャーから全く違うアメリカのニューカルチャーに移り変わっていくというね、ギャツビーの時代になっていくという流れなわけですね。ですからヨーロッパの花であったロスチャイルド。これが少しずつ影響力を失っていきます。はい。第一次世界大戦後ですね、5家あったこのフランクフルト、ウィーン、ロンドン、ナポリ、パリがですね、なんと2家に減ります。寂しいですね。この5本の矢が3本バキバキバキ折られてしまうという。なんて、ここなんですね。実はですね、時代の変化についていけなかったんですよ、この3家がね。実はこのドイツ、フランクフルトからですね、この時はフランクフルトが中心地だったからフランクフルトなんですよ。でも皆さんふっと思いましたよね。ロンドン、パリ、なるほど確かにすごい。だけどなんでフランクフルトなんだろうって。この時はですね、金融の中心地だった。ですが、ヨーロッパ、どんどん地図変わります。中心地もちょっとずつ変わっていきます。なんとフランクフルトからベルリン、そう。今まさにね、ベルリンってイメージありますけど、ベルリンにですね、金融や経済の中心へ移動したんですよ。にもかかわらず、鉄の掟を守り続けたんですね。ロスチャイルド鉄の掟。これフランクフルトがもうスタートの地点だから、フランクフルトでやり続けたい。時代に遅れちゃったんですって。フランクフルト家ここで脱落。うわー、遅れました。その後、ウィーン。このウィーンはですね、ハプスブルグとのつながりが強かったわけですね。なんと第一次世界大戦でこのハプスブルグ家が凋落してしまうんですね。ついていけない。ね。ハプスブルグの滅亡とともにこのウィーン家もですね、潰れて封じられてしまうんですね。そしてナポリ。ね。この辺りからですね、やっぱりですね、強すぎる貴族っていうものに対する封印が強くなる。これ何か。相続税なんですよ。相続税って何であるって思います？金持ちが一代で財を成して、どんどん増やしたら、いずれ権力者の力を脅かすでしょ。それの連続だったんですよ。だから、バーンって一代で財を成した。時のタイミング、ビジネスのタイミングありますよね。時代の寵児がタイミングを得てですね、テクノロジーと情報を牛耳ってボーンってなる。でもその人が子供孫にわたって財産を受け渡せないようにちゃんと目減らしておかなきゃいけない。目減らせておかなきゃいけない。それが相続税なわけですよ。削り取るんです。削り取られたんですね、ナポリね。はい。フランクフルト、ウィーン、ナポリ、この辺りがゴリッと削られて、まだ体力があったらよかったんですけども、もうちょっとこの時代の体力、もう無理ですっていう時にゴリ削りされてですね、屋敷をいっぱい売り渡さなきゃいけなくなる。明け渡さなきゃいけなくなる。そして3家途絶えました。ただこのパリ、ロンドン、まだ体力あったんですね。パリ家、ロンドン家はですね、もちろん戦争の後ですね、かなりダメージを得るんですが、
そこから復興します。ところが、この第二次世界大戦、ここで来たのがナチスなんですよ。ナチスドイツが一体何をやったのか。この時すでにですね、19世紀からは少しまた時が経ってますから、正直ですね、ロスチャイルド家ってどういう状態になってたかというと、もう古豪。伝説の華麗なる一族。つまり今一番イケイケの産業を引っ張ってる状態ではないけれども、伝説のユダヤ華麗なる一族だったわけですよ。ここにナチスは目をつけたんですね。そして、陰謀論。そう、ここなんですよ。実は、どうしてロスチャイルド家が都市伝説にむちゃくちゃ使われてるか。ここが大きいわけです。ナチスがですね、ユダヤによって我々ドイツ国民は苦しめられてる。ユダヤ人というのは、こんな悪どい手法で世界を裏から牛耳っているんだというプロパガンダ映画をむちゃくちゃ作ったんですよ。この陰謀論映画、これ率いたのが宣伝賞のゲッペルス。ねえ、イメージ作りうまいんですよね。ものすごく制服をかっこよく作りですね、ロゴマークを作ってですね、もうね、ポーズも作り、ね、合言葉も作り、もうプロパガンダやりましたよね、オリンピックの授業でもね。ナチスがオリンピックをいかにうまく使ったか。オリンピックで映画を撮ったんですよね。しかも、かなりやらせなドキュメンタリーを撮ったりしてですね、いかにドイツがうまく、経済を盛り上げたか、ドイツという国が素晴らしいか、オリンピックをこんなに偉大にやったかという映画を撮った。ね。うまいです。映画がうまいです。ナチスは映画がむちゃくちゃうまかったんです。そこの新しいテクノロジーでプロパガンダをする。ね、オリンピックもその聖火リレー作ったわけですよね。で、聖火リレーを逆に辿って攻めていった。もうとんでもない恐ろしいことやってきましたけども、そのナチスの陰謀論映画によってですね、さらにですね、非常にロスチャイルド家って怖いんだ。こんな悪どいことやってたんだ。というイメージがついてですね、いろいろと攻撃されるということがあるわけです。で、第一次、第二次の世界大戦を経てですね、あの19世紀の栄光と躍進からはだいぶ縮小した。で、現在どうなってるのか。現在、初代2代目、いろいろあっての7代目になると。ねえ。7代目、3つの金融グループ。これらはすべて、大きな実績を残しています。今でもものすごく大きい、業績、傑出した業績を残している。ですが、その業界、その国でナンバーワンのシェアを誇るわけではない。という説明のされ方がされております。はい。過去のですね、ブランド力とネットワークをうまく利用しながら、今、それを引き継いで3つの金融グループで大きな実績を作り、ユダヤ人支援ですとか、引き続き慈善活動ですとか、そういうことを大きくやりながら経済に関わっている。ですが、いわゆるロスチャイルド家というですね、お話、出せばみんなが震え上がる。それは、実は何でかというと、19世紀のイメージの名残と、それを利用したナチスの陰謀論や映画が、まことしやかに伝え続けられているからだと思うと、頭の整理ができたんじゃないでしょうか。世の中恐ろしい、怖いとだけ思っている。陰謀論怖い、何々家怖い、何々家が全部ずっと牛耳ってる。そんなことないんですよ。難しいですね。栄枯盛衰っていうのは激しいんですよ。ハプスブルグ家だってもうダメ。メジーチ家だってもうダメ。もうダメっていうことじゃないですけどね。あの頃のほどではないわけですよね。メジーチ家だってね、ずっとは続かないんです。ねえ。今、世界を牛耳ってんのは誰って聞いたら、みんな、ロックフェラー、モルガン、ロスチャイルドと言いますか？言わないよね。今って言ったら、例えば、ガファ、ね、Google、Apple、ね、Facebook、Amazon、ね、ガファが牛耳ってる、ガファが牛耳ってる、言うわけじゃないですか。でももしかしたら、数年後、数十年後、わかんないですよ。全く全然違うところが牛耳ってるかもしれないです。だからチャンスがあるわけですよ。気づいたらそう、常に情報とビジネスセンスとイノベーションで誰しもが華麗なる一族になれる。そんなチャンスがあるっていうことをもしかしたら逆にロスチャイルド家は教えてくれるのかなと私は思っています。ガファの次を牛耳るのは誰なんだ？世界を今牛耳ってるのは誰なんだ？
そこを研究するためにも歴史は面白いかもしれません。ではまた。